ボンジョーガトゥース。皆さんこんにちは。ベルギーからなぎさです。本日はですね、今まで結構ベルギーのいいところだとか住むメリットとかをお伝えしてきたと思うんですけども、今回はちょっとダークな面というか、皆さんが気になるであろうことをお伝えしたくて動画にしました。で、大きく分けて4つのトピックでお話ししていくので、もしそういったコンテンツが苦手だとかっていう方はこちらで動画をストップしていただいて全然構わないので、気になる方、見てみたい方、ベルギーに来る前にちょっと勉強をしておきたい方っていうのはぜひご覧ください。はい。ということで、まず1つ目、最初のトピックはですね、薬物についてお話ししたいと思います。薬物といってもいろんなドラッグがあると思うんですけども、結構ベルギーでポピュラーな薬物、ドラッグっていうのはウィード、マリファナですかね、だと私は思います。隣の国オランダが合法ということもあって、ベルギーでももうタバコと同じようにウィードを吸う方っていうのはたくさんいます。で、街を歩いているとウィードの匂いがしてきたりとか、結構よくあることです。で、ベルギーでの売買っていうのは認められていないんですけども、ウィードに関しては 3g までで、プラントに関しては1本の栽培が認められているそうです。あとはですね、コンビニみたいな小さなお店があるんですけれども、そういうところに行くと、日本ではあんまり見かけることがない CBD だとかを乾燥のこの葉っぱというかパッケージに入れたものを販売していたりとかっていうのはよく見かけます。あとはこの乾燥大麻っていうのを粉々にしてタバコに混ぜるための、グラインダーっていうこういうマシンじゃないんですけど、ちょっと器具みたいなものも売ってたりとかっていうのはよく目にする光景ではあります。で、私オーストラリアに住んでた経験もあって、でベルギーももう今2年半住んでいるわけなので、そんなにこのウィードに対しての抵抗というか、やばいみたいな、日本だと考えられないことではあるんですけど、海外だとやっぱりよく目にする光景ではあるので、そんなにびっくりはしてなかったんですけど、唯一私がびっくりしたことっていうのが2つあって、それが1つ、これはまず7年前に初めてベルギーに来た時だったんですけど、その時にフェスにみんなで行ったんですね。マヌも含めて行ったんですけども、そのフェスに行くまでの電車の中がもう無法地帯でした。っていうのも、そこではウィードをもう巻いてる人たちがたくさんいる。で、そのまま電車の中で吸います、みんな。電車の職員とかもいなくはないと思うんですけども、見て見ぬふりみたいな。で、その電車も他のお客さんがやっぱりいるわけなんですけども、その人たちももうしょうがないかみたいな、フェス行く電車だしみたいな感じで、特に怒る人とかもいるわけでなく、普通に座って乗ってました。で、それだけでなくて、もう電車の中でその薬物の売買が行われてるんですよ。で、薬物っていうのは、ウィードを含む、あとエクスタシーとかっていうのも売ってる人たちがいました。私はもうその光景を見てびっくりというよりは結構引いてしまって、それがまず1個、この電車の中で驚いたこと。で、会場に着くまでに、トゥモローランドの時もそうだったんですけど、やっぱり売人さんがいて、行くまでの道でドラッグを売ってるっていうのがありました。で、着いてからもさすがにここではもうセキュリティもたくさんいるし、吸わないだろう、やらないだろうと思ってたんですけど、もうみんな普通に巻きます一応エントランスにセキュリティの人と一緒にドラッグの鍵分けるワンちゃんとかっていうのもいたんですけど、なんか結構緩かったんですよね。みんな絶対持ってるはずなのに普通に通ってました。で、明らかにもタバコとは違う匂いがしてたので、無法地帯はもうフェスの中でも無法地帯でした。でも、この間行ったトゥモローランドでは、そこまで、あからさまにやってる人っていうのはいなかったんですけど、やっぱり匂いはしましたね。っていうのが一つびっくりしたことです。で、もう一つ、びっくりしたことっていうのが、結構つい最近なんですけど、これ知ったのは。ブリュッセルにある道がドライブスルーで、ウィードを買えるっていうのを聞いて、で、いや、まさかどうやって思ってたんですけど、ちょうど家に帰るまでにその道を通らないといけない時があったんですね。で、見てたら前の車がちょうどそのお客さんだったんですよで、どんな感じで買うのか見てたら、まずその助手席とか、
運転席に座ってる人、どっちでも大丈夫なんですけど、こう窓から手をこう出して、で、サインをするんですよ。1とか2とか。そしたら、あっちの方からトコ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 ってささってなんかやってきて、男性が。で、もう、3みたいな感じで、お金とドラッグを引き換えに、スッと何事もなかったかのように去っていったんですよ。これがもうほんとたった1秒もないぐらいびっくりしました。ということで、結構ベルギーに関してはこのドラッグに対する敷居が低いので、皆さんももしそういった場面に出くわすことがあるかもしれないんですけども、自分の意思をしっかり持って意思表示していくのが大事だと思います。はい、2つ目です。2つ目は私が実際に体験した性被害に対してのお話です。2年前の話なんですけど、私がモンスの語学学校に通っていた頃の話です。まずクラスメートは結構ヨーロピアンだけではなくて難民の子がいたりとか、それこそ宗教がバラバラのクラスメートがいる中でただ一人の日本人という状況でした。で、結構日本人ってみんな日本が好きな人が多いので、結構日本に対して興味を持ってる人たちが多いです。結構それを餌にというわけではないんですけど、近寄ってきた人がいて、ああ僕日本がすごく好きなんだよねって、日本はすごい国だよねっていう話を、初めて会って私にしてきたんですね。でその時はもう普通だったんですけど、学校が終わって帰るってなった時に日本の話を私に持ち出しつつ、ちょっと若干距離が近いなっていうのを感じたっていうのはあったんですけど、駐車場に車も置いてるし、そこまで帰るだけだから、みんな見てるし安全だとは思ったので歩いて帰る途中でした。でそしたら、駐車場に着いて、この人はフランス語をずっと喋ってきてたんですけど、ちょっと私より語学のレベルが上なんですね。なので私がわからないことも多分ちょっとわかる。でフランス語も上手だったので、会話についていくのも結構必死ではあったんですけど、その車に着いてからこの人が、フランス語でどう正確に言ってたかっていうのはちょっとわからないんですけど、僕としてほしいっていう風に私に言ってきたんですよ。で私はこのっていう単語だけ聞こえたので、いやでもまさかこの流れでそんな話にはならないよなと思いつつ、もう一回ちょっと聞いてみようと思って、クワクワとかなんか聞いたのかな。そしたらしてって言って just 5 minutes って言ったんですよでそうしたら私が多分こと分かんないと思って車に常備してあった避妊具を持ってきたんです。でこれみたいなで言って、ノーノーノー私はもう本当に英語喋れない日本人みたいな、ノー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 みたいなで、Are you crazy? みたいな多分英語で言ったんですよね。多分もうフランス語なんて出てこないから、そんなパニックの場面でで英語で言ったら、向こうは英語をちゃんと喋れるわけじゃないから、多分分かってたとは思うんですけど、そしたらなんかもうジェスチャー込みでもうやらなくてもいいから、ちょっとなんか触ってみたいな、多分そういうことを言ってきて、で私は学校に走って逃げたっていう話です。でやっぱりここの学校はすごく宗教も様々で、こう肌を見せてはいけない国の人とかもたくさんいたので、極力肌を見せない格好をしてたんですね。それでもそういったことがあったので怖いなっていうふうには感じました。でその学校の対応としては、実際見たわけでもないし証拠もないから、学校側としては何もできないっていうふうに言われて、その男の人ももう次から普通に登校してるっていう感じでした。ただこの男性結婚もしてて子供もいたみたいなんです。何があるか分かんないっていうことですよね。アメリカに留学した経験もあるんですけど、その時ってやっぱりLA だったので、ヨガパンツみたいなのにもうこうスポーツブラじゃないけどヨガウェアみたいな感じの短いやつとかで、ほら朝ランニングしてる人とかって結構アメリカはいるじゃないですか。オーストラリアもそうだったんですけど、それに慣れてたせいか、1回だけこっちに来てから夏そういう格好で朝ジョギングをしてたことがあったんですよ。そしたらもうめちゃくちゃジロジロ見られる。もう多分誰もいないんですよ、そういう格好をする人が。だから
ここはそういう格好をしちゃダメな国なんだっていうのに気づいて、そこからはもうしっかりあまり肌を見せないような服装を心がけています。たまにスーパーとかで見かけるんですけど、ニーハイブーツ、日本だと普通に履くようなニーハイブーツとかもめちゃくちゃあれおじさんとかにじらじら見られます。だから日本では当たり前っていうような服装でベルギーでは行動しない方がいいかもしれないです。何があるか分かんないから本当にっていうことを学びました。3つ目はちょっと皆さんやっぱ気になるであろう差別についてです。私はベルギーに来てそんなにひどい差別っていうのは受けたことはないんですけど、ちょっとびっくりしたなっていうのは、やっぱこうするサインをやられたとか、でもこれ普通に身内とかでもあるんですよ。マヌの家族とかでも、なんかあんまりご飯食べ過ぎると目がこんなになっちゃうよみたいな、アジア人になっちゃうよっていうのをカイトに言ったりとかそう、でもね、これってベルギー人の多分ジョークなんですよね。でもジョークでも私たちアジア人ってこれをやられていい気持ちはしないじゃないですか。でもそこはやっぱりベルギー人のこのジョークだっていうことを理解していないとちょっと難しいな、やっていけないっていうところはあります。あとは友達の経験談だと、夜ナンパをしにみたいな感じでちょっと近寄ってきた男性がいて、でそれに返さなかったら P ワードとシノワーズって言われたみたいな。あとはスーパーに並んでて明らかに自分だけ挨拶されないとか。ただ今のところ私はそういう暴力的なものとか、なんかすごく危ない経験っていうのは今のところはないです。アニメ文化とかこの食文化、寿司とかですごくポピュラーになってるので、日本人っていうとすごくみんな優しくしてくれたりとか、日本大好きなんだよねって言ってくれる人がベルギーはすごく多いです。それはすごく嬉しいですね。では最後4つ目、盗難についてお話ししたいと思います。盗難に関しては、空き巣被害に関してこちらのビデオでお話ししているんですけども、それ以外で言うと、実際に起こったこととしてお話しするのは、車のエンブレムが取られてました。これは前のアパートに住んでた時だったんですけども、駐車1日夜こう止めておいて、いつものところに止めておいたら、ないっていうのが気づいて取られているっていうの。真ん中の前の部分じゃなくて横のちっちゃいエンブレムだったんですよ。で、うちのこの車が BMW だったんですけど、隣に駐車してる BMW も同じエンブレムが取られてました。車関連で言うと、マヌが絶対言うのは、もしこう外でどこか駐車して車を離れる時っていうのは、絶対になんか見えるものを置かないことっていうのはすごく言われます。今でも言われる。例えば物っていうのはコートとかもうバッグみたいなものとか、もう本当になんか別に中身が入ってなくても関係ないんですよ。エリアによると思うんですけど、日本みたくこうハイブランドを身につけないっていうのはヨーロッパでは結構これ注意した方がいいとは思います。それ目当てでやっぱ取られてしまったりっていう可能性もあったりするので、日本と同じような感覚で身につけない方がいいなというのは思います。とりあえずまとめて言うと、常に危機感を持ってここは日本ではないということです。はい、ということで今日はベルギーのちょっとダークな面、グレーな面をお話ししてきました。でもこれって絶対知ってて損することはないので、ぜひ皆さんベルギーの渡航前にこの動画を見てもらって安全に渡航して来られるように、生活できるようにサポートできたらいいなと思います。はい、それではアミアトー